じゃあ皆さんこんにちは。今日のテーマはロードバイクで1泊2日の泊まりでのライドをするための、必要な装備とか心得的なことをお話ししていきたいと思います。僕自身結構今まで泊まりのライドをいっぱいしてきたんですけども、意外に簡単なのでちょっと挑戦してみたいんだよねとか、でも泊まりだとちょっとなって結構ハードル高く感じてる人いっぱいいると思うんですけども、そのハードルをバーンと下げていこうかなっていうのが今回の私の動画です。はい、ロードバイクの1泊2日のライドってなると結構荷物がかなり多くなっちゃうのかなっていうイメージがあると思うんですけども、基本的にはロングライドの装備にちょっとプラスアルファするだけって感じですね。装備をね下に置きましたので見せます。はい、自転車でね1泊2日する上でまずねやっぱり心得と準備ですかね。そのあたりをしっかりと頭の中に入れておいた方がいいと思います。初めてもしもするっていうんであれば、あまりハードすぎないライドにしといた方がいいと思います。マックスでも100から150ぐらいにしておくと程よい疲労感でいいんじゃないかなと思います。今回のライドに関しては雨は降らないっていう想定でいきたいと思います。コンビニもね結構ちょくちょくあって、飲食店もちょこちょこあるような比較的人権のあるフィールドで、しかもホテル泊でやるのが今回のねテーマです。キャンプライドとかいろんなもっとエクストリームなライドはあるんですけども、初めての人はあまりそういうのはおすすめしなくて、ホテルでちゃんと泊まれるところ、ご飯どころもどこで食べるとか、どこで休憩しようかなとか、そういった事前にねルートの把握、どこで休むかとかもしっかりとこの友達となんかと共有した上で走るといいんじゃないかなと思います。しっかりとした環境であればそこまで荷物はいらないです。過酷な場所になっていけばなっていくほど、例えば宿がないイコールテントが必要だよねとか、ご飯どころがない、じゃあ自分でご飯を作る準備が必要だよねってどんどん荷物が多くなるんですけども、今回の想定する場所はホテル、ビジネスホテルでも何でもいいんですけど、宿でもいいんですけども、旅館でもいいんですけども、そういったところでお昼がちゃんとある、コンビニも3つ4つあるみたいなところを想定してます。で、初めての人はそういうところを目指していきましょう。今回話すシチュエーションにおいてこれだけでは十分じゃないっていう装備を話しますということで、まずは着替えですね。ジャージです。これを着ていきましょう。こういったよく乾くジャージで、あとはビブですね。長い距離走っても痛くないようにパッドがちゃんと入ったものをチョイスするといいと思います。僕なんかはねベストいつも持ち歩いてるんですけども、こういった、ベストがあると山の下りなんかでも汗冷えしなくていいんじゃないかなと思います。必ずしもサイクルウェアじゃないとダメっていうわけじゃないです。あとはグローブもね持っておきましょう。結構手が痛くなるんでね、痛くなりがちな人はジェル付きのやつなんかも売ってると思うんで、そういうのをチョイスしてみるといいと思います。基本的なウェアはいつものライドと同じです。ヘルメット、シューズって感じで、大事なのは1泊するんでもう1着あった方が個人的にはいいと思います。なので今回想定しているのはこの T シャツ短パンも今回持っていくことを想定しています。ジャージだけだと汗だくになってしまって、ホテル着いて宿着いて終了ってなっちゃうんで、それはね旅としてちょっとねあまり完成度は高くないんじゃないかなと僕は思ってるんで、温泉入って着替えてこう軽く観光するとか、夜ご飯はその地元のラーメン食べに行くとか、そういった時にこういった私服がないと結構不便です。こういう汗だくになってしまったジャージなんかで行ってもいいんですけども、体も気持ち悪いし、お風呂入っちゃったら、出かけられないじゃないですか。ホテルに置いてあるルームウェアみたいのではさすがに外は出歩けないんで、こういったものはね、用意するといいと思います。で、ちっちゃくなるやつがねいいそうですね。2日目に関しては人によってはね汗だく嫌だって言ってもう1枚持ってく人もいると思うんだけども、結構かさばるので洋服はできればコインランドリーのついてる宿とかでバッと着いた瞬間着替えて洗って乾燥機バーンってつけて乾かせる環境のある宿に泊まるとねめちゃくちゃ便利です。何泊でもできます、それがあれば。はい、なんでそのあたりはね心得るといいと思います。あとは、財布、免許証とか、現金カード両方入ってるやつがあるといいと思います。この辺はパンク修理キットとかちょっとしたトラブルがあった時にすぐ直せる状況のものはこういったねケースに入れておくといいと思います。でもう一個大事なのが充電関係ですね。宿着いた時に iPhone の充電とかがないとかなり困るので、
充電は持っていくといいと思います。で個人的におすすめなのがこのアンカーのモバイルバッテリーで、5000mAh のモバイルバッテリーなんだけども、モバイルバッテリーとしても使えるし、ここにコンセントが出てくるので、宿着いたらドスッと挿して普通に充電器として使うことができるので、5000mAh のモバイルバッテリーとしてはちょっと大きいんだけど、このコンセントがついてることで宿でも快適にデバイスの充電ができますということですね。で持っていく際はこういう三つ股になってるやつとかがあるとめちゃくちゃ便利ですね。僕の場合はライトニングは iPhone、USB-C はサイクルコンピューターで、マイクロ USB はモバイル Wi-Fi とか、そういった感じでこういうのが1本あるとかさばらなくてですね、非常に良いと。でモバイルバッテリーとしても機能するので、ライド中になんかバッテリーがなくなりそうってなった時でも iPhone1 回 1.5 回分ぐらいは充電できるんじゃないかなと思います。補給関係ですね、この辺はちゃんと持っておいた方がいいと思います。2つぐらいは予備として持ってて、2つぐらいは道中ね、つまんだりするといいんじゃないかなと思います。あとはジェル系もね、僕は常に持つようにしています。ジェル系に関してもいろんな種類のものがあるので、味が飽きないようにいくつか持っておくといいと思います。スポンサーされてるんでみんな同じメーカーになっちゃうんだけども、水に溶かすと体に吸収されやすい塩分濃度になってくれるタブレットが入ってるやつですね。補給関係はね、持っておくといいと思います。翌日にも使えるんで。てな感じで、この量を全部このバイクの中に入れちゃいます。このバイクに全部積みます。で、パッキング方法に関してはいろんなやり方があるんですけども、ちょっと一回詰めてみますね。ということでちょっと着替えて、全部パッキングしてみました。でちょっといろいろ触ってみて、これいらねえなっていうのも結構あったんで、一応最小限の状態でこんな感じですね。かなり荷物を減らしてます。いつも僕撮影とかもするんで、撮影機材も結構モリモリ入れるんで荷物多いんですけども、荷物を少なくすればこんぐらいで1泊2日ぐらいは全然いけちゃいます。でどこに何が入ってるのか今説明しますね。ウェアに関してはあそこに置いてあったの今バッと来ただけですね。グローブ、ジャージ、リブ、ベストって感じになってます。後ろのポケット、ここですね。ここにいろいろなものを詰めてます。例えば左側には修理関係のものが入ってます。工具とかいろいろ鍵とかも入ってますね。替えのチューブはねあった方がいいと思います。チューブレスでもパンクしちゃうときはパンクしちゃうので、替えのチューブが1本あっとくと保険で安心です。でポケットに入れるときはこういう感じでラップとかで包んだ方がいいと思います。汗でちょっとねチューブが悪くなったりすると大変なので。こっちには財布で、ここにモバイルバッテリー関係が入ってます。で入れようと思えばポケットの中に全部入れられちゃいますね。もしもサイクルチャージ持ってない人とか、後ろにポケットがない人なんかはですね、サドルバッグなんかがあるので、入らない人なんかはこういうところに分散してこう入れてあげる。こうすることでより荷物をねたくさん自転車に積むことができます。でこれすごいちっちゃいサドルバッグなんですけど、もっと大きいねサドルバッグであればまとめて全部入れることもできます。もしも大きいサドルバッグを積むのであれば、サドルバッグにはでかくて軽くてかさばるものが基本的には入れるのがいいと思います。重たくて長いものとかだと、下にビヨーンって下がっちゃって走りづらくなっちゃいますし、サドルバッグが揺れちゃうので、基本的にはサドルバッグに入れるもの、特にでかいやつに関しては、今回の場合は洋服ですね。替えの洋服とか入れるといいんじゃないかなと思います。またはこういうのとかね、もしレインジャケットとか持っていくんであれば、そのサドルバッグに全部入れちゃった方がいいと思います。今回の場合は雨が降らないっていう想定なので、一回外しておきますね。でどのように持っていくかっていうのは自由なんだけども、今回はねサドルバッグとか全部揃えるの大変だよっていう人もいると思うので、一回ちょっとねなくしてます。こんなちっちゃい中にさっき着てた短パンと T シャツ入ってます。なんならもうちょっと入ってます。こう開けて、で入れてるのは先ほどのこの短パンですね。であとは T シャツで、現地着いた時にビブショーツって基本パンツ履かないで履くものなので、現地着いてねノーパンだとちょっとまずいので、パンツも
込んでおりますということで、下着、T シャツ、短パンって感じで入れてます。でさらに僕コンタクトなんですけども、コンタクトの人はメガネもちゃんと持ってきましょう。替えのコンタクト持ってきてもいいんですけど、なんかうまく入んないとか落としちゃってなくしちゃったって時なんかのために視力を絶対確保しないといけないので、メガネは必ずライドの時は持っていった方がいいと思います。でこれは入んなかったんでこっちに入れました。先ほど紹介したタブレットですね。これらがまるっと入っちゃいます。これ多分何リッターかな、そんなに容量大きくないと思うんですけども入っちゃうので、ぜひね、着替えは必ず皆さん持ってきてください。で現地散策してみてください。絶対楽しいんで。これは今回フロントバッグに入れたけども、このぐらいの大きさのをサドルバッグに積んでこっちをなしっていう風にしてもいいと思います。その辺はもう自由ですね。あと便利なのはトップチューブバッグですね。ここもかなり便利で、僕のはダボなついてるんでそのままくっついてるんですけども、巻くタイプのものがほとんどだと思います。この中には基本的に僕は携帯電話入れてます。ポケットでもいいんですけどね、濡れちゃうんであんまり汗でぐちょぐちょになるの好きじゃないんで、この中に入れるようにしてます。あとは補給関係入れてますね。ライドしながらすぐ取り出せるように。あと食べた後のこのゴミをパッとこの中に入れられるので、ゴミ箱兼補給食兼スマホ入れっていう感じで使ってます。結構これね、ちっちゃいけど便利ですね。でバイクに関しては何でもいいです。グラベルロードでもロードバイクでもクロスバイクでもマウンテンでも何でもいいですけども、自分の体に合ったバイクをチョイスしてもらって、サイクルコンピューターとかライトとかこの辺は自由ですけども、ライトに関しては一応つけておいて、サイクルに関してはルートを確認するためにもあるといいと思います。ボトルとかも一応ね用意しておきましょう。意外にですね、1泊2日のライドっていうのはこれで全然いけちゃいます。普段の僕だったらこういうフレームバッグっていうのをガチャンってつけるんですけども、普段僕はこれ撮影機材とか予備のバッテリーとか入れてるだけなんで、走るだけであればこれなくてもいけちゃうんですよね。なんでもしもね、1泊2日のライドをやってみたいという方はちょっとね参考にしてみてください。そんなに大きすぎないサドルバッグ、またはフロントのハンドルバーバッグとこれがあれば、あとジャージがあれば1泊2日のライドはホテル泊であれば全然問題ないので、ちょっとやってみたいけどどうしようかなという方はぜひね参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上です。もしもね良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。